はいどうも、アートユニットウェタナの田中です。毎回この、解説のバージョンの動画は音声だけで、申し訳ないんですけどもお付き合い願えたらと思います。今回はですね、夜間飛行についてのお話をさせていただきたいと思います。夜間飛行はですね、これはもう申請を出して許可をいただかないと飛ばせない時間帯になってきます。基本的には日の入りから日の出となってますんでね。でその申請の出し方なんですけども、人口密集地区で OK もらう時の書類に同じ書類なんですけども、どういう条件を満たしていれば OK してもらえるかということなんですけども、でこれ問い合わせたところですね、日中と同じように飛ばせるぐらい練習してくださいと、屋内でということなんですね。まあそれは夜間の飛行許可ね取ってないのに夜の練習できませんからね、家の中で部屋の中でしてくださいと、家の中とは言いませんけどね、そういうスクールなんか行ってる方はね、体育館なんかでそういうことが練習できるそうなんですけど、僕らはねそのファントムを部屋の中で飛ばしたらもう風がえらいことになりますからね。一応ですね、僕らはそのトイドローンで練習したんですけども、別にトイドローンで構わないそうです。その辺がちょっとふわっとしてましてですね、特にこういう機体で練習してくれっていうのも特になく、別にトイドローンでも構わないということなんですよね。で僕らはトイドローンで練習したんですけども、でどれぐらい練習、何時間ぐらい練習すればいいですかって言ったら、いや別にその時間何時間っていうのは特に規定はないですと、かといってゼロは困りますということで、何時間かということで書かせてもらったんですけども、それで OK がいただけたということなんですよね。ちょっとふわっとはしてるなとは思うんですけども、その辺がハードルが低いのはありがたいのはありがたいんで、じゃあということで許可をいただいたんですけども、でちょっとこの間撮影してきた映像をちょっと今流してるんですけども、なんせですね、僕らその山の方でちょっと飛ばしていいという山の所有者の方にちょっと許可をいただいてちょっと飛ばしたんですけども、やっぱりちょっとね、真っ暗の中を飛ばすのはすっごく不安ですよね。もちろんそのモニターはもうほとんど真っ暗ですよ。もちろんね、時々夜景が映るんですけども、機体の向きによっては真っ暗けですよ。でもちろん目視では赤いのがピカピカ光ってますんで、よく見えるんですけども、山で飛ばしたらその周りの木が全然見えないんですよね。もちろんその昼間に確認してますんで、最初にですね、ある程度の高さまでまっすぐ上げてから移動させるというふうに、木に当たらない高さまで上げてから動かしてるんで、大丈夫は大丈夫なんですけども、なんせその見えないっていうのがもうめちゃくちゃ不安で、もう大丈夫かなと思いながら、大丈夫なんですけどね、上なんでもうずっともう上の方にいさせてですね、で我々のもう真上まで帰ってきてから降下させて着陸させるというふうにですね、ちょっと明るい時から地形を見ておいてですね、もうあらかじめその安全に飛ばせるルートっていうのを明るいうちに決めておいた方が安心かなというのがありましたね。でその夜景とか綺麗に撮れるかなと思うんですけどね、あんまり綺麗に撮れないんですよね。そのカメラの性能がそんなに良くないんで、だから綺麗なもんがそんな撮れないということですね。ちょっとだからね、あんまり無理なさらない方がいいかなと思いますね。あとそれとですね、その申請がこれまでは書類を送っていたんですけども、今月からオンラインでその手続きができるようになったそうです。ちょっとね、僕はもう今年書類で申請を出してしまったもんで、まだオンラインの手続きはやったことないんですけども、これまでもねちょっとオンラインではある程度できたんですけども、もうさらに入力方法が簡単になったんですかね。簡単な形でオンラインで申請ができると。最終は書類が届くのかな、ちょっとその辺まだやったことがないんで分かんないんですけども、ちょっとずつその辺もやりやすくはなってきているようです。またそれもちょっと、試してみて、どういう風にすればいいのかもまたいつかその動画もアップさせていただきたいと思います。というわけで、今回は夜間飛行についてのお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら評価ボタンよろしくお願いします。そして
チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。